皆さんこんにちは、ちこです。今日は服が舞い込むキッチンお掃除をお届けしたいと思います。今回はお食事ユニアの洗い物とシンク掃除をやっていきます。私は基本毎日キッチンに立っているんですけども、洗い物をするのが好きです。初めは好きではなかったのですが、洗い物をすることで心と体が整っていくのを感じるようになって、今では好きになりました。洗い物が溜まったりシンクの中が汚れていると、キッチン全体の空気が不穏できてすごくしんどくなってくると気づいてから、汚れがたまらないようにサク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 洗って片付けていけるように身につけていきました。ユニワで普段洗い物で使っている洗剤は界面活性剤が入っているものとか香料が入っているものなどは一切使っていません。理由としては、キッチンから流れた水が海や川を汚す原因になるので、今自分たちの洗い物が楽になったように見えても、強い界面活性剤でさっと油が取れることや過度な香料を流していくことは、海や川の生態系に影響を及ぼして、今では環境問題となっています。私は飲食業という舞台で多くの洗い物をして水を流しているので、作業効率でいうと素早く洗えることに越したことはないけれども、それによって未来の魚が生存できなくなってしまうということに責任を感じています。だから自分自身、自宅の中でも同じ考えを持ってどういったものを流すのか、日頃から考えていることです。そういう意味では、一人が何か努力しても、一店舗が努力しても何かがすぐに変わるのかどうかはわからないんですけれども、まず一人が変わっていくこと、目の前から変えていくことが大事なことだと思っているので、そういった考えは自分がまずは最初にやって、また共感を得た人に続けてもらえたらなということを思っています。その中で私が先生から教えてもらっているやり方などを今日はこれから説明したいと思っています。それではどうぞ。では早速洗い物からスタートです。洗いたいものをシンクの中に入れていきます。シンクに入れる段階でできるだけ同じ分類をまとめて入れるようにします。バットならバット、ボウルならボウル、菜箸やスプーン、味見皿など小さいものとか、バラバラになるとね、飛び散るようなものとか、そういうのは小さめのケースに水を張ってまとめています。そうすることでシンクの中でバラバラっていう風にならないので、視界があちこち物が散らばっているのを見るだけで、思考が分離していくような感じがして、何から洗い物をしたらいいのかとか、いちいち考えないといけなくなったりとか、闇雲にとりあえず目に入ったものからみたいな感じでやると早くなることはないからです。ということで、小分けをしたら次に油物を処理していきます。油物はまずスクレーパーで取ってしまいます。スクレーパーはネットやスーパーなどでも売ってるんですけれども、ゴムのような素材で、鍋とかバットとかお皿の上とか油が乗っているものをスクレーパーでささっと取っておくと、排水口に油物が流れないので匂いが残らないし、スポンジも汚れません。スポンジでいきなり洗ってしまうと、スポンジ自体が油まみれになってしまって、そのスポンジをさらに使って洗い物をすると、油がついてないところまで油がついてしまうという悪循環になって、スポンジも長く使えないのでもったいないため、できるだけまずスクレーパーで取っています。油を取ってから、業パーやいらない新聞紙を切ったものとかを用意しておいて、油をパッと拭くというやり方もあります。こうしたひと手間が流れるようにできるようになると、洗い物がすごく楽になりますね。そして強い洗剤を使わなくても洗い物が簡単にできていくようになります。ちなみに洗い物をする時の洗剤は無添加石鹸を主に使っています。この石鹸をスポンジにこすりつけて、まずスポンジで全部洗っていきます。こうやって洗って、まとめて洗ってから同じ分類ずつ水で流していってるんですね。
この後食洗機に入れるものと入れないものがあるので、まず手洗いのもの、こうしたホーロー製品とかですね。ホーローもやっぱり熱でね当たるようなところに入れるとすごく持ちが悪いので、欠けたりするので入れないです。タッパーの蓋とか木のものですね、菜箸とか木べらとか、そういったものは熱によって剥げてきやすくなったり壊れやすくなるので、寿命が短くならないように手洗いにしています。木のまな板もこれ新しく買ったものなんですけど、こういったものも直線器とか熱に強くないので自然乾燥で置いておきます。で、食洗機のボタンを押して食洗をかけている間にシンクの掃除もしていきます。まずゴミを取ってから重曹スプレー、これ私いろんなところで愛用してるんですけれども、泡タイプのものです。これをシュシュッとかけてシンク専用のスポンジでこすっていきます。この時に表面上の汚れとかをザーッと取っているような感じですね。油物を実際ねシンクにほとんど流していないので、シンク掃除もめちゃくちゃやりやすいです。こうして全体をきれいに洗って一度水で流していきます。ここまでが簡単なシンク掃除で、念入りにリセット掃除するときはこのメラミンスポンジですね。別名激落ちくん。このメラミンスポンジにケイ素入りのケイコちゃんという製剤があるんですけど、ケイコちゃんを30倍40倍希釈したものをスプレーに入れておいて磨いていきます。磨いていると普段なかなか取れないような水垢汚れまでしっかり取れるので、ピッカピカにツルッツルになっていきます。メラミンスポンジでピカピカにして、普段手で持つところですよね、蛇口とかもそうだし手持ちの部分、そういったところねきれいに洗っていきます。小さいのでもう隅々までやっぱり洗いやすいですよね。普段隠れているようなところ、蛇口のホースのね間と間のところに水垢が溜まってきたりもするので、その水垢もね掃除したり。では全部これを水で流していって、あとは自分たちの手でよく触る洗剤の容器なども一緒に洗っちゃいます。こうして洗って、全部洗って水も流してきれいになりました。ということでシンクの中の水滴もダスターで拭いていきます。こうやって拭いていくとすごくピカピカして、自分の心も頭もすっきりとピカピカに光っていくような感じがします。シンクっていうのは英語で言うと流し台のシンクとシンキングのシンクと音が似ていて、シンクを掃除すると思考が掃除されるような感覚になるなっていうのを思っています。関係あるのかな。料理を美味しく作ることって特別な技術というよりも、美味しく作れる環境をどれだけ用意できるのかというところがすごく重要なのではないかと日頃から感じています。乱れている場では美味しい料理はできない。だからこそ乱れている場では絶対料理しないぞと決めることってすごく大事だなと思っています。キッチンやお風呂、トイレといった水場ってすごく汚れがたまりやすくて、逆に言うと水で邪気がね流れていくからこそ、流れたものが残っているんだと思うんですけど、定期的に少ない道具で水場の掃除をすると、いつでも思考も気持ちもすっきりして福が舞い込むような料理ができるのかなと思います。ピカッとしたシンクを見た時に心が晴れるような心地いいなという場になっていくんですよね。それはまるでキッチンが神社のような場所になっていて、何回でも行きたくなるというか、気持ちが落ち着いていく。そうして料理するのが楽しく楽になると思うので、ぜひキッチンには本当に神社の神様がいらっしゃるんだというような気持ちで掃除していくと、より良い場作りができると思います。ということで今回は福が舞い込む日常のキッチンリセットでした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録を